なたのサーブは必ず入ります。必ず入ります。浅いところですね。こういう浅いところも攻撃的にセカンドサーブでも狙うことができます。15秒以上あるから大丈夫。自分からこの打つ面が見えるような角度をキープします。はい、こんにちは、ジュエの浅沼です。今日は絶対に入るサーブを紹介していきたいと思います。絶対は言い過ぎたかもしれませんけど、はい、頑張ります。はい、それでは、実際に何球か打っていきたいと思います。はい、お願いします。今日お伝えするサーブは、スライスサーブとスピンサーブの、中間、トップスライスサーブとも言いますし、スライススピンとも言いますけど、こう横の回転だけじゃなく、こう縦の回転でもなく、その中間の、斜めの回転のサーブを今日はお伝えしていきたいと思います。ね、斜めの回転ですね。入ってないけどね。こういう回転ですね。これはネットの高いところを通るので、しかもこうね、少しスピン系の回転もあるのでこう落ちてくれますから、ネットを起こしやすくてオーバーもしづらい、入りやすいサーブとなってます。はい、ではまずグリップについての解説です。グリップは、コンチネンタルグリップで、持ってる方も多いと思いますけど、コンチネンタルグリップいいんですけど、打つ面がちょっと上に向くようなね、薄めの方がいいです。でポイントはこの構えた時から打つ面、こっち側になりますね。左側のこの面、構えた時から、サーブを打ち終わるまでこうラケットがこう動いてると思いますけど、このどの場面でもラケットを見た時に自分からこの打つ面が見えるような角度をキープします。構えてる時も自分から面が見えますね。テイクバックする時も、トロフィーポーズになった時も、スイングが始まった時も、インパクトから打ち終わりも自分から見えるような形で、なぜこう自分の方をね、向いてるようにスイングするのか。こうテイクバックをした時に自分からこう見えない状態ですね。上を向いてスイングが始まる方が非常に多いです。でこのトップスライス系というのは、インパクトからラケットが斜め上に抜けていかないと、こういうふうに抜けていかないと、トップスライスの回転には斜め上に抜けないとかからないので、上向き、手首を返したような状態から来ると、どうしても当たりが厚かったり、面が上向きなので、これを上の方にはフルスイングにはできなくて、結局振り下ろすようなスイングになってきて、スピードを出せばフォールトしますし、入れに行ったら、いわゆる緩いサーブで相手に攻撃されてしまいます。はい、それからまだ理由があります。あとは、インパクトの時にこの界内動作、こっちに意識が行き過ぎる方も、要は面が返るような動きなので、面の向きを急激に変えることになりますから、威力は出やすくなりますけど、安定感という面で見ると、これ返すような動きはリスクがどうしても生まれていくので、当然インパクトでラケットヘッドはボールに力を加えるためにラケットヘッドを回るんですけど、あんまり外に向けるっていうよりは、自分からインパクトのこの面が見えるような形をキープしながら、返せる方が安定感が生まれるような。出ちゃったけど安定感って言ったのに出ちゃった。自分から打つ面がいつも自分の方を向いているようなインパクトの取り方を取ると、安定感は
出てきます。はい、では次は打点についてお話ししていきたいと思います。スライススピン、トップスライス、打つためには、打点は自分の頭と、この拳の、ちょうど中間、右肩の上のようなこの角度がしっかりキープがしてる状態でボールを迎え入れれば、ここから斜め上方向にラケットがまだ触れますね。こういう当たりができるんですけど、これが高いところで捉えようと思ってラケットと腕がピンって伸びているような状態になると、ここから斜め上方向に触れなくなりますから、インパクトを迎える直前はこの角度をしっかり作ったり、くの字に曲がっている状態を、インパクトとして取れるようにします。それから上に振り上げるので、打点は前にするとこうね、だんだん振り下がる動きになってきますから、速いサーブ、ファーストサーブみたいな速いサーブを打つときに比べるとやや後ろ側の打点になります。手と頭の中間で、なおかつやや後ろ側の打点になると、自然とまだ斜め上にね触れるような状態ができます。なのでこう、高いところで取った方がいいと思って、高いところでピンとして取ると、どうしても当たりが厚かったり抜けていくようなサーブにどうしてもなるので、ややほんの気持ち打点はそしてまだ上に触れる余裕がしっかりないと、トップスライスの安定した当たりにはなりません。打点が、頭と手の中間っていったので、通常のスライスサーブより頭に近くなるので、ここで体をこう開いてしまうと、インパクトで開こうとすると当たりがどうしても薄くなりすぎてこう飛ばないサーブになってきますから、当然ボールに対してスイング始まる時には体の回転は始まりますけど、左手をうまく残して、体が開くのを抑えてあげないと、ここでボールをこう掴むような、下から上に持ち上げてラケットヘッドが右上方向に出ていくような持ち上げる当たりにならないので、体の開きには気をつけてください。はい、次のポイントは、下半身です。下半身がしっかり、使ってあげないと、ボールをね上に上げて、上に意識がいって手の操作にまた意識がいっちゃうと安定感は出てこないので、コートをしっかり蹴り出して自分の体が上に上昇する力を使ってあげないと、スイング方向上ですから、一番最初のパワーは足で作った方が、いいです。足の蹴るタイミングも重要で、先に早く蹴りすぎて上にスイングしてても、インパクトする瞬間に自分の体の下降が始まっていたら、これはどうしてもネットしてしまいます。こうやって当たる方多いですよ。自分の体が上に上昇して、上に上がりきる直前、まだ上に向かってるよ、もうすぐ上に到達するよっていうところでインパクトが取れると、インパクトした瞬間にまだスイングはしっかり上にパワーがあるので、インパクトしたところからボールが持ち上がって落ちてくれるような、体が上に上がりきる直前でインパクトを取れれば、ボールは持ち上げやすくて、なおかつこう落ちてくれるような軌道が取れます。はい、次はおすすめのコースについて、お話ししていきたいと思います。まずデュースサイド、相手が右利きの場合ですけれども、デュースサイドの場合は当然相手のバックであるセンターと弾道が高く取れるので、ワイドの少し浅いところですね、こういう浅いところも攻撃的にセカンドサーブでも狙うことができます。センターは体の開きを少し抑えて、センターにしちゃうのかな、体の開きを少し抑えて、
次はバックサイドですけど、バックサイドはセンターはネットが低いので、ここは割と本来はスライスサーブの方がいいので攻撃されるケースが出てきますから、バックサイドに関しては弾道を高くして相手のバック側を基本的には狙えるようにしていく方が大事です。センターは使うこともありますけど、センターよりもバックをやっぱり中心にして攻撃されない方に意識を持っていった方がいいと思います。これも良かったよ。いや、今のサーブ入ったでしょ。今日は、サービスエリアのこの大きさを皆さんに知ってもらいたいと思います。撮影中、ずっとこれがあったと思うんですけど、畳1畳分の大きさがあるんですけど、実際に測ってみたいと思います。1畳、2畳、3畳、14、はい、なので14畳以上あるので、あなたのサーブは必ず入ります。必ず入ります。こっちですか。何の心配。これ。なんすか今。今日は、トップスライスのサーブをやってきたんですけど、このサーブがしっかり入れられるようになれば、プレッシャーのかかる場面でもしっかり強気に試合を進められると思います。ではおやすみなさい。